なりわい。どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、1114話の考察第2弾です。今回は1114話を軸として、ワンピースに仕掛けられた謎の暗号から、マザーフレームやジョイボーイについて読み解いていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話1114話をまだ読んでいない人は、大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ワンピースには数々の仕掛けが隠されていると考えます。ここではそんな仕掛けをダヴィンチコードに倣ってオダッチコードと名付けましょう。なぜなら762話でドンキーホーテ海賊団たちがみんなでピザを食べているとき、ここで一人だけロシナンテはご飯を食べていました。これはダヴィンチが裏切り者ユダを表現したとされる最後の晩餐のオマージュでしょう。そんなオダッチコードは1114話にも仕掛けられていそうです。まず、マザーフレームの融合路には A&ムーと書いてありました。これは前回考えたように A&ムーの語呂合わせはアトム、原子を表すアトムだろうと考えました。また他の人はこの A&ムーを海に沈んだというアトランティス大陸とムー大陸も表していると考える人もいます。もちろんこの考え方もあり得そうです。なぜなら小田先生はよく複数の意味を掛け合わせるからです。一本のペン、それだけ。俺の歌詞、広辞苑10冊分、俺のバース、いくつも意味がかかってる。それが小田先生のなりわい。これらのことから僕は話数にも同じように語呂合わせなどいくつもの意味がかかっていると考えています。さらにもう一つ、マザーフレームには S108 と書かれています。すでに X で考えましたが S108 の語呂合わせはエステバンとはスペイン語で太陽の子という意味です。融合路が描かれたシーンでベガバンクは私は太陽に近づきすぎてしまった。そのように語っていましたから、マザーフレームイコール太陽の子。ついでにドリーとブロギーの技名も太陽の子。もちろんルフィやジョイボーイは太陽の子でしょう。X ではこの僕の投稿に海外の考察者たちが大きく反応していました。それは日本のアニメ太陽の子エステバンと重ねたようです。この懐かしい昭和アニメは大航海時代を舞台に太陽の子エステバンがインカ帝国の少女シアやムー大陸の子孫タオと出会い黄金都市エルドラドを目指すアニメです。この冒険で主人公たちはアトランティスにいたオルメカ人たちと戦います。オルメカ人たちは冷凍保存した遺体に人間の若い細胞を移植してオルメカの血を残そうとしていました。さらに古代超文明の遺産として巨大船ラムー号や太陽エネルギーで空を飛ぶメカ黄金のコンドル、さらに飛行兵器、巨石心臓なども登場しています。これらのことからワンピースの構成にも影響を与えていそうなアニメです。特に黄金都市の真の宝、大いなる遺産とは、それを水晶塔にはめ込めば永遠の太陽エネルギーが手に入る。それはまさに核融合炉であり、マザーフレームの設定に似ています。やはり S108 とは太陽の子エステバンを表すのか。しかし S108 はハイフンで区切られていますから、108には人間の煩悩を表す108煩悩のイメージもあるでしょう。108煩悩とは人間を迷わせる心の数です。脳みそ人間ベガパンクを迷わせるマザーフレーム、人々の暮らしを豊かにしたいと願うベガパンクですが、それは同時に世界を滅ぼす核兵器も誕生させてしまいました。そんなベガパンクの心の中にはヨークという煩悩、本人も知らない欲の権芸塊が隠れていました。人間の心とは複雑で善悪だけでは割り切れません。どんなに頭がいい男であってもどす黒い欲は制御できない。人の道を踏み外してでもその欲が求めていたものは天竜人の地位でした。天竜人を目指すヨークは S スネークや S フォークといった7人の使天使セラフィムたちに命令を出して巧妙に暗躍していましたが、 S スネーク S フォークといえばS108 も S- です。セラフィム、使天使とは火が燃えるという意味であり、セラフィムはルナーリア族、キングから作られた人造人間ですから、つまり、前回の動画でも考えたように、やはりマザーフレームとはルナーリア族、キングの背中の炎から生成したのか、ルナーリアとは月のようなという意味ですから、ベガバンクは月から太陽を作ろうとしたのか、それが S108、ある意味で8人目のセラフィムなのか。確かにセラフィムもマザーフレームも使う人によって善にも悪にも変わる存在であり、どちらにもオリジナルが存在しています。
マザーフレームとはベガバンクが古代の動力を再現しようとしたものです。そのように考えていくと S108 というオダッチコードには太陽の子を表す語呂合わせエステバン、ベガバンクの欲の塊108煩悩、そしてセラフィムと同じルナーリア由来、3つの意味がかかっているトリプルミーニングなのかもしれません。となるとやはり気になるのが謎の英単語 D の意味でしょう。ワンピース序盤から登場する謎の文字 D、 この D にもいくつかの意味や仕掛けがありそうです。そんな D の意味については4年前このように考えました。こちらです。ドーンの頭文字だと考えます。ドーンとは英語で夜明けという意味ですね。これは1巻1話と61巻601話のロマンスドーンというタイトルから無難に導けます。そしてワンピースで意図的によく使われている擬音もドンやドーンです。パズルのワンピースですね。一つなぎについては割と多くの方が考察していますが、もう一つの意味である一かけらの方はあまり考察されてない気がします。今回はこの一かけらに注目しましょう。ワンピースにおける一かけらとは何か、いきなり結論から言いましょう。それは D です。ワンピースというタイトルには D が足りない、失われているのです。ワンピースを Google で翻訳してみましょう。ここに D という1文字を頭に追加します。するとワンピースはドンピースになり、それは完成品という意味になります。逆に言えばその完成された世界から D という一かけらが失われてワンピースになっているわけです。これこそがまさに失われた D ですね。それでは次に800年前に失われた D の王国とはどこにあったのでしょうか。考えられるのは大方の予想通り、島一つを消し飛ばす古代兵器プルトンの存在とエニエスロビーの大穴でしょう。多くの人の予想と同じように、僕ユーデラムもエニエスロビーに巨大な王国がかつて存在したと考えます。それを裏付ける要素の一つがエニエスロビーという名前です。エニエスロビーは作中でも英語でエニエスロビーと書かれていて、綴りは確定しているのですが、その意味を Google でエニエス意味、エニエス意味などと検索しても出てきません。つまり小田先生の造語だと思われますが、とりあえずロビーの意味はわかります。ロビーとはホテルのロビーや待合室、議会の建物のロビー、議員に対する圧力団体、国会議事堂の投票室などといった意味なので、地方の島のイメージそのままです。問題はエニエスの方で、こちらが造語なのでしょう。それはどんな造語なのか、検索しても見つからないエニエスの意味と、ここでユデロンは再び D を使います。ワンピースという一かけらに D を足したらドンピース、完成された世界になったようにエニエスにも失われた D を足してみましょう。するとデナイス、それは拒否、拒む、動かす、否定する、デナイスです。エニエスロビーに D を足すとデナイスロビーになるのです。そのイメージとはつまり D を拒否した圧力団体なのでしょう。D が栄えた巨大な王国を滅ぼした跡地、それこそがエニエスロビーの正体だと考えます。これは旧約聖書の神の裁き、天の火によって滅ぼされた都と同じ名前のキングブル、ソドムとゴモラからもわかります。ソドムとゴモラが傷つけられた385話の語呂合わせは都です。800年前 D の一族が栄えていた巨大な王国は神の裁き、それはおそらく古代兵器プルトンによって消し飛んだと考えられます。その跡地に世界政府は D を拒んだ証としてエニエスロビーという名前を付けて四方の島としたのでしょう。はい、4年前の2020年考えちゃいました。とにかくエニエスロビーの場所が古代兵器によって滅ぼされた高度な文明を持っていた巨大な王国の跡地なのか、それが D が失われた世界か。この D の意味については10年以上前から多くの方が月を表したものだろうと考察してきました。確かに月という漢字の成り立ちが D にそっくりです。しかし最近ではこの説をあまり聞かなくなったのですが、実はこれは正しい考察かもしれません。D イコール月なのか。しかし僕は D とはドーン、夜明けだろうと考えました。 D の本来の意味がドーンだとしたら、それは現在 D だけ一文字の状態なわけです。つまり月だけの状態、それは夜の状態を表している。そんな D を右に傾ければ夜明けの太陽、さらに D を左に傾ければ笑顔のニカ。D にはそのような意味もあるかもしれません。次に考えたいのは麦わら帽子です。麦わら帽子についてデイリーはルフィに、その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。麦わら帽子の麦わらとは別名バッカンと言います。つまり言い換えればルフィとはバッカンに合う男、バッカンに合う男、バッカに合う男。バッカニアとは海賊という意味ですから、バッカンが似合う男ルフィとは海賊バッカニア男。そんなダジャレを考えていると、ルフィと重なるジョイボーイとはバッカニア族の男だろうと考えてしまうわけです。そんなジョイボーイとはどんなやつでしょうか。ジョイボーイがもしもバッカニア族なら
それはバーソロミュークマみたいなやつでしょうか。しかしクマは真面目なやつであまり笑いません。よく笑うキャラでクマと同じような体型のキャラといえばハグワール・ディ・サウロ。サウロがジョイボーイのイメージなのか。4年前こちらの動画ではマリー・ジョアの麦わら帽子はサウロのイメージがあると考えました。こちらです。サウロはロビンに巨人はエルバフのような野蛮な一族だけじゃない、穏やかな一族もいるんだと話していました。この凍結されたサウロと聖地マリー・ジョアの巨大な麦わら帽子がリンクしているなら考えられるのは、あの帽子は例えば800年前に存在した穏やかな巨人の D ハグワール D サウロの祖先のものであると考えられます。さらにニカが現れた1044話ではこのように考えました。こちらです。笑いは人の闇に勝てる、世界の闇に勝てる、笑ったらええでよ、苦しい時は笑ったらええ、苦しいのに笑ったらバカみたいなことねえよ、でれしでれしでれし。こちらの動画ではジョイボーイのヒントキャラはハグワール D サウロだと考えました。そんなサウロがもしもジョイボーイのイメージなら、このシーン、ロビンを抱きしめて走るサウロ、ハグワールドサウロ。このシーンが太陽の神ニカっぽい。このシーンはエッグヘッド編1066話でも描かれていました。そんなサウロが登場したのは41巻です。41巻の表紙にはなぜか悪魔の実が覚醒した時に現れるニカの羽衣のような雲がかかっています。そして太陽の神ニカと同じ白い髪のオルビアもいる。さらに太陽の塔みたいな仮面のソゲキングもいます。3年前このソゲキングはニカのヒントキャラだとも考えました。さらに41巻だけルフィの顔が見えない、麦わら帽子だけが象徴的に描かれています。そんな41巻で語られたのは世界征服 VS オハラでした。つまり何が言いたいかというと、41巻全体がジョイボーイの伏線ではないでしょうか。41巻の始まりは389話応答、世界応答せよ。ベアバンクの暴露配信の最初のセリフも応答でした。41巻ではオハラ VS 世界征服、1114話ではそのオハラの無念が果たされようとしています。これらのことからジョイボーイのイメージはサウロが一番近いと考えられるのですが、そのサウロはある意味で赤髪です。赤髪といえばアニメでルフィは一度だけなぜか赤髪になっていました。さらにバッカニアを描いたこの絵画も赤髪の男です。もしかするとジョイボーイも赤髪なのか。そんな41巻扉絵はミスゴールデンウィークの作戦名ビーツバロック。このビーツバロックについては3年前カエナナさんからいただいた考察をもとにこのように考えました。こちらです。この作戦名ビーツバロックが掲載されたのは38巻から43巻、つまり世界征服と戦ったエニエスロビー編です。となるとビーツバロックとはミツバロック、つまりクローバーロック、それはクローバー封じです。エニエスロビー編の合間に描かれた41回に登場したオハラは世界政府を相手に空白の100年の謎に迫りました。ミーツバロックイコールクローバー封じ。41巻の扉絵連載は絵描きであるミスゴールデンウィークが主人公でした。それはある意味で絵物語か。そんな41巻の最初の話、389話応答の扉絵ではミスバレンタインを解放するためにミスター3を装ったミスター2が助けに現れています。ミスター3とは何度も考えているように3イコール3、3は太陽を表す。それならばミスター2とはまさか2か。ミスター2イコール2か。この扉絵は3であり2か、太陽の神2かを表している可能性。しかしそのミスター2はヒナに捕まってしまう。この隙をついてミスゴールデンウィークがミスバレンタインを解放しました。つまりこの時太陽の神ニカのイメージはミスター2からミスゴールデンウィークに移行したのかもしれません。絵描きであるミスゴールデンウィークがジョイボーイの絵物語を描き出す。そして注目したいのはミスゴールデンウィークは赤髪のアフロです。やはりジョイボーイとは赤髪なのか。サウロもある意味で赤髪でした。バッカニア男を描いたこの絵も赤髪でした。さらに太陽の神ニカのシルエットに似ているカルガラも赤髪でした。もしもジョイボーイが赤髪なら1話で赤髪のシャンクスからルフィが麦わら帽子を受け継いだシーンがエモいです。
赤髪のシャンクスは巨人と友達でした。以上です。今回はワンピースに隠されているオダッチコードを軸に読み解いてみました。そして僕が10年以上前から考えているオダッチコードは1127一つなぎです。ここで1127をローマ数字に変換してみましょう。すると1127のローマ数字はこのように表記します。1127。そしてさらに記念すべき100巻の表紙もご覧ください。100巻の表紙にはもしかしたらローマ数字の1127が隠れているかもしれません。39巻の表紙もウォーターセブンを表すダブルセブンという文字が隠されていました。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。